日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。いきなりですけど、皆さん、特に女性の皆さん、すっぴんで外に行けますか？日本語耳ポッドキャスト。このポッドキャストでは、皆さんの耳を日本語耳にするために、いろいろなことを自然なスピードの自然な日本語で話していきます。今日のテーマは、見た目を気にしすぎな日本人です。日本語と英語のトランスクリプト、または単語リストや文法の解説、シャドーイング用のスクリプトがついているリスニングマスタリーパックは日本語耳のウェブサイトからダウンロードすることができます。ぜひ皆さんの日本語勉強に役立ててください。今日は、日本人が見た目にとらわれすぎているんじゃないかっていう件について、話したいんですけど、すっぴんで外に行けますか？って日本人女性に聞くと、すっぴんで外に出られないっていう人多いんですよ。意外と。家から30秒とかのコンビニに行くときですら、すっぴんではちょっと行けません。無理ですっていう人かなりいるんです。しかも私の男友達が奥さんのすっぴんを一回も見たことがないって言ってるのすら聞いたことがあります。これはちょっと行き過ぎてるケースかとは思うんですけど、でもすっぴんで外に一歩も出られないっていう人は本当に多いんです。がっちりメイクをしないにしても、ちょっとファンデだけ塗るとか、眉毛だけはちょっと描かないと外に出れないっていう人、たくさんいます。私がこれすごく感じていることの一つなんですけど、海外と比べて日本人って見た目を気にすることがとても多いと思います。おしゃれをするっていうのとはちょっと違って、他人にどう見られるかを考えるがゆえに、自分の外見を気にしすぎてしまうという傾向が日本人にはあると、私は思うんです。なので、なぜそうなのか、どんなことを考えながら自分の見た目を気にしているのか、そういうことについて今日は一緒に考えてみたいと思います。私は子供の頃からおじいちゃんおばあちゃんとも一緒に住んでいたんですね。子供の頃におばあちゃんによく言われていたことがあります。それは、なんだかんだ言って見た目は大切だということ。例えば、体調が悪くて病院に行く時でも、ほら、ちゃんと着替えて、顔洗って、髪の毛溶かしてっておばあちゃんは毎回言いました。これは別におしゃれしろということではなくて、きちんとすること。それが、礼儀だし、それによって自分の見られ方が変わってしまうから気をつけなさいっていうことを教わったんですね。そしてですね、この感覚って多分私だけじゃなくて日本に深く根付いている感覚だなって思うんです。きちんと見せる。ちゃんと見せる。海外に比べると日本はそういうことに気を使っている人が断然多いと思います。私が大学生の時にね、半年間アメリカのサンディエゴに交換留学をさせてもらったことがあるんですけど、その時アメリカの学生の服装には驚きました。女子はほとんどみんなすっぴんだったし、むしろ前の日のマスカラとかが目の下にまだ残ってたりとか、そんな感じで、あとは洋服もみんなフーディー、パーカーか T シャツ、靴は B さんかスニーカーでした。そして男女構わず髪の毛もボサボサの人が多かったです。それが逆にリラックススタイルっていう感じで、当時私には逆にすごくおしゃれに見えたんですけど、よく言えばリラックス、カジュアルスタイルですけど、悪く言ったらだらしない格好をしている人がほとんどだったわけです。その頃、日本の大学では女子はみんなしっかり、お化粧をしていたし、ヒールを履いている人も多かったし、男子も、気を使った格好で、髪の毛もワックスかなんかできちんとしてて、髭もちゃんと手入れされている人ばかりでした。もしかして今時はまた違うかもしれないというのと、地域によっての差ももちろんあるんでしょうけど、私が大学生だった2009年ぐらいはそんな感じでした。そして今でも私は日本に一時帰国するときは、洋服どうしようってすごく悩みます。これは私だけじゃなくて、他の海外在住の日本人からよく聞くことです。日本ではきちんとした格好をしている人が多いし、しかも自分もすごく見られてる感っていうのがあるから、やっぱりきちんとしないとなーってちょっと焦ってしまうんですよね。日本人の見た目意識ってやっぱりおしゃれとはちょっと違います。もちろんおしゃれな人もたくさんいるんですけど、そのおしゃれとは違くて周りに見られてるから
そして周りに見られてどう思われるかを気にしているから。だからきちんと、そして、清潔に見せなきゃいけないんですね。身だしなみという言葉を学校教育で教えられるぐらいです。この身だしなみに関するルールは学校や会社でたくさんあります。そして就職活動に使う履歴書には顔写真の添付が一般的なんですね。それぐらい外見が重視されるということです。これは日本だけではないのですが、でもどのぐらい見た目が重視される文化なのかっていうのが少し伝わるかと思います。そしてその見た目への意識というのは、こういうきちんとだけじゃないんですよね。もう一つ強くあるのがコンプレックスの方向です。見た目意識が行き過ぎてしまって、コンプレックスを生んでいるのかななんて思うんですけど、自分の見た目に自信がないって答える人が海外と比べて多いです。今回研究結果とかの資料がちょっとないんですけど、でも絶対多いと思います。これは日本で育った私が海外で生活をしていて強く感じることです。もちろん日本だけじゃなくて世界中ね、自分の見た目が 100% 大好きね、なんていう人はなかなかいないと思うんですけど、でもね、日本人のコンプレックスの度合いはかなり高いと思います。目が小さい、鼻が低い、顔が大きい、足が短い、太っている。こんなこと言ってると悲しくなってきますけど、あげればキリがないです。皆さん、プリクラってご存知でしょうか？今もあるよね、きっと。私は10代の頃散々プリクラを撮ったんですけど、プリクラというのは、プリントクラブの略で、ブースに入って写真を撮って、それがシールになって出てくるやつですね。プリクラ初期は写真はまだ普通だったんですけど、ある時からより綺麗に写るようにすごい照明が強くなって、それだけだったらまだいいかなって思うんですけど、その後は勝手に目がすっごい大きくなったり、顔がすっごい小さくなったり、足が長くなったりする機能っていうのがデフォルトでついているようになりました。だから今ではプリクラを撮ると、仕上がってきた時に、全然自分じゃないような顔になって、出てきます。そしてもう一つ、これと似たような現象だなって思うのが、スマホのアプリです。特に女子はみんな写真加工アプリを持っていて、そのアプリを使って写真を撮ります。プリクラまではいかない加工なんですけど、ナチュラルに肌をきれいにしてくれるようなアプリとかそういうのが人気で、本当にね、みんな使ってるみたいです。世界中ソーシャルメディアのフィルターとか流行っていたっていうのも、同じじゃないのって思うかもしれないんですけど、日本では流行りというよりも、それがもうデフォルトという感じですごく幅広く使われているっていうのが、ちょっと違うかもしれないな、なんて私は思っています。じゃあ、なんでここまで日本人は見た目を気にしてしまうんでしょうか？いろいろな説があるんですけど、一つは恥の文化から来ているという説ですね。人に迷惑をかけたくない。他人に恥ずかしいところを見せたくないっていう気持ちがとても強いです。これは、聞くと刀っていうアメリカの文化人類学者、ルース・ベネディクトが1946年に書いた本にも、その主要なトピックとして取り上げられているものですけど、この恥の文化から来て、だらしない格好は恥ずかしいこと。だからしてはいけないと思う人が多いと言われています。この本は、私が日本文化について本当によく書かれている本だなと思う本なので、興味がある人にはおすすめです。私はね、夫に英語版を買ってプレゼントしたぐらいです。でも多分読んでくれてないと思うんだけどね、おすすめの本です。もう一つの説は、日本が単一民族国家に近いから。みんな見た目が似ているからこそ、ちょっとした違いが目立つ。だから細かいところまで気になってしまう。というような説もあるようです。どうでしょうか？皆さんはどう思いますか？私個人的な意見は先ほどの恥の文化の影響の方が強いんじゃないかなとは思うんですけど、もしかしたらそのね、単一民族だからっていうような影響もあるのかもしれません。恥という概念が強いから見た目をきちんとしなきゃいけないと思う。それだけだったらいいんじゃないのなんて思うんですけど、コンプレックスまで行ってしまうとちょっと危険な部分もありますよね。マンジャロって薬聞いたことありますか？
もともとは糖尿病の治療薬で強い食欲抑制効果があるということで、ダイエット目的で使う人が日本でも急増しています。厚生労働省も日本糖尿病学会も相次いで注意喚起を出しているぐらいなんですね。アメリカでもこのマンジャロの美容目的の使用っていうのは問題になっていたようなんですけど、日本でももともと痩せている人がもっと痩せるために使ってしまっているケースっていうのが多いようで危険だそうです。日本って太っている人が比較的少ないと思うんですけど、痩せたいって思っている人、またはダイエットにすごく励んでいる人っていうのはすごい多いです。テレビでも雑誌でも今ではソーシャルメディアでもこれをやれば痩せるみたいなものっていうのは日常生活でそこら中にあります。私は今オランダに住んでいて、そこまでダイエットに関するような宣伝とか商品って見ないなって思うんですね。でも日本では電車の広告でもそうだし、友達との会話でもそういうのがすごく当たり前のように出てくる。それぐらい身近なんですよね。痩せてなきゃいけない。綺麗でなきゃいけないっていう気持ちが、ただきちんとした格好をしなきゃいけないというところではとどまらずに、どんどんコンプレックスを生むような方向に行っていると思います。全然太っていない友達もダイエットしているっていう話を聞くし、自分の鼻が嫌いだからもうマスクなしでは外に出れませんとか、そういう話を聞くことっていうのはよくあるんですね。実は今こうやって話している私も例外ではないんですよね。コンプレックスがあります。自分の見た目で気に食わないところっていうのはあげればキリがなくて本当にいっぱいあるんですけど、昔は足が短いのがね、本当に嫌でした。だから履くデニムの形にはすごいこだわっていたし、ほとんど毎日ヒールを履いていました。そんな足が短いっていうコンプレックスを抱えていた私を少しだけ変えてくれた出来事があったんですね。デートに行った時の話です。その相手の男性は確かアメリカ人男性でとても背が高い人だったんですけど、何の話の流れだったか覚えてないんですけど、なんかの話の流れで私は足が短いのがとても嫌なんだっていうことを話したんですね。本当なんでそんなこと話したんだろうって今では不思議なんですけど、とりあえずそういう話をしたんです。そしたらその相手の男性は、いや何言ってるの？背が小さいんだから足も短いに決まってるでしょって言ったんです。あ、なるほどねって思って、私考えすぎだったのかなってその瞬間に思いました。その後付き合うことはなかったんですが、そのデートで随分私自身の短足コンプレックスに対しての受け取り方っていうのかなを変えてくれました。みんな自分の見た目でコンプレックスっていうのはあると思うんですけど、やっぱり他人から見たらそんなに大したことじゃないケースって多いんですよね、きっとね。でもそれが自分自身だと気になってしまうっていう気持ちも私はわかるんですけど、ただ行き過ぎてしまうと健康じゃなくなってしまう部分があるから、それは気をつけないといけないなと思います。ちょっと見た目に気を使って少しおしゃれをすると、それだけで気持ちが軽くなることってありますよね。日本でよく聞く、これじゃあ外に出られないっていう感覚が、こうしたら自分の気分が上がるっていう方に持っていけたら、そういう風に変わっていったらいいなって思います。皆さんの国ではどうですか？日本と同じように見た目にとらわれている人は多いですか？見た目を気にすること自体が悪いとは思わないし、私も気にするんですけども、私自身が気にしすぎだなって感じる時もあるし、海外と比べて日本にそういう人が多いなって感じるのはやっぱり本当なので、今日はこの見た目を気にしすぎない日本人というテーマでお話ししました。ほとんど独断と偏見でお話ししましたが、どうだったでしょうか？皆さんぜひコメントで感想を聞かせてください。日本語耳ポッドキャストは今日のような日本人の素が知れるような興味深い話をいつもしているので、次のエピソードを聞き逃さないためにもいいねを押してサブスクライブボタンを押しておいてください。じゃあまた来週。じゃあね。